私の名前はアツコ・ダックスです。通称アコ・ダックスで、ステージネーム役者としての名前はアコだけです。アメリカのだから本当に演劇界ではアコさんってみんながご存知ですもんね。どうなんですかね。みんなご存知ですよ。本当にみんなご存知。古いから。いやそんなことないですよね。宝塚音楽学校を卒業されて、それでアメリカに来られた。いや2年間宝塚は舞台に立つ前に2年間の音楽学校生活があるんですね。はい。でその2年間を終了して初めて初舞台を踏ませていただけるんです。ね、卒業された後もいろんな番組に水戸黄門ですとか、江戸を切るです江戸を切る水戸黄門、その時代劇に結構出していただいて。もういや映画の方は網のカツラって言ってもっと楽なんですね。ああ、そうなんですか。そうなんです。それも存じ上げないで。でそういう日本のテレビでもご活躍の後、なぜニューヨークへ。私はやっぱり小さい時からバレエから始めて、ピアノ始めて、日本舞踊始めて、やっぱりその舞台とか、要するに演ずることが好きなんですね。踊ることが好きだ。ちょうどその宝塚を辞める頃、それから外で芝居とかテレビとか映画とかやってる時にアメリカからいろんないい映画がたくさん入ってきまして、でその時に見て好きだなって思った役者さんたち、いいなと思った役者さんたちがダスティン・ホフマンとかジーン・ハックマンとかフェイ・ダナウェイとかがみんなアクターズ・スタジオっていうところでリー・ストラスバーグっていう方について勉強してた。でそのリー・ストラスバーグっていう方が学校をやってる、演劇学校をやってる。じゃあどうせだったらやっぱり一生本当に好きな道だし、でもしこれで向こうへ行ってダメだったら日本に戻ってきて他のお仕事してもいいなと思ってたんですね。なるほどね。当時やっぱりニューヨークに行くっていうのは、どうでしょう、昔の感覚だと田舎から東京そうですね。その当時ピアノバーっていうところでアルバイトしておりまして、でそこのオーナーの方がご親切にももう少しここで働くつもりがあるんだったら、グリーンカードを取ってあげるよって、もう本当にラッキーにありがたくラッキーなお話ですよね。いただいて、でそのグリーンカードを取った時点でオーディションに行ったら、その一番初めのオーディションでラッキーにも役をいただいて、アルバニーのエンパイアステート・ティエーターっていうところで、クラッシー・トライアル・イン・横浜っていう、これは C 級横浜 C 級裁判っていう、お話で、それでその看護婦の藤野っていう役を、いただきまして。舞台です。どのぐらいの期間その舞台だったんですか、最初。舞台はやる時は最低4週間だったと思いますけども、連日ですか、上演。連日毎日。いえ、こちらは週1休みなんですね。でも1日以外は6日。そうです。6日演じていらして。そうです。でマチネも土日はお昼の部もありますし。いや過酷じゃないですか。日本の宝塚はそうか、宝塚と比べてらっしゃる。ずっと休みなくて常に昼夜やってましたので、他の劇団でもほとんど休みっていうのはなかったですね。日本の舞台でも演劇界でも。でやはり昼夜昼の部やってましたし。でもアコさん、やっぱだから本当に演じることがお好きでいらっしゃる。そうですね。初めは踊ることの方が好きだったんですけど、子役で初めてお芝居をさせていただいて、森光子さんの子供の頃の役だったんですけども、でそれが一番初めのいわゆるオフィシャルなデビューなんですけどね。じゃあもうその頃から今までもうずっと女優としての人生を全うしてこられるからね。そうですね。もううちは母は宝塚好きでしたし、祖母が歌舞伎が好きで、父も結構音楽好きで、
で家族ぐるみで大きい劇場に小さい時から連れて行かれて、はい、しかも今ご主人がね、はい、劇場のそうなんですよ。主人は今現在の主人は劇場の、いわゆる客席から劇場内の設計を全部やっております。お芝居されてない時でも他の方のお芝居ご夫婦で見に行かれたりとか。そうですね。お芝居にどっぷりって言ったら失礼ですけど、なんか本当にお芝居の中に人生があるみたいな。そうですね。映画、芝居、知ってる方の舞台はなるべく見に行きたいと思いますし、週に2回は行ってますね。ご自分の中でお芝居はお仕事っていう感覚はないんですか？仕事と趣味ともう一生気になっておりまして、なんか生活そのもので、私の人生そのものといいますか、だからやめたいなとか、なんか壁にぶつかったとか、そういうことって終わりにならなかったんですか？そうですね。お仕事が来ない時っていうのは結構時々パーンと開く時はあるんですけど、オーディションも何もないな、ひょっとして私はもう必要とされてないのかなみたいな、いやありますよ。それもあるんですけど。でもそういう時はどういうふうな感じなんですか、お気持ちとして。いやじゃあ勉強しようと思って、いい時期だからなんか他の新しいこと始めたり。パンデミックの時は、お能を始めました。そうなんですね。でもなんかさすが宝塚を首席で卒業された方ですよね。やっぱりご自分がちょっとでもいたらやっぱり女優として自分の中に何か蓄えを作って、で最近はねほら伺ったのが忠臣蔵ですか。ご自分のなんか劇団を立ち上げられて、そうなんです。演じる女優さんの上にさらにプロデュースまで今そうなんですされて、それはまたどういう心境の変化ですか？そうですね。まずは本当にやりたいっていうのはもう結婚してすぐにやりたいっていうことは言ってたんですけど、ダメって主人からはノーが来てて、役者っていうのはやはり外から誰かが企画を立てて、それに対してオーディションがあって初めて自分がそこで演じることができるんですけども、ちょっともう待ってらんないなって。昔は本当に日本人の役っていうのはあまりなくて、もうラッキーにも本当に私はいい役をいただいてたんですけれども、やはり私が小さい時から勉強させていただいてた歌舞伎ですとか日本のいわゆる演劇、そういうものをやる機会っていうのはほとんど与えられない。でひょっとすると、中国人の役をやったりベトナム人の役をやったりってことはあったんですけども、それは申し訳ないなと思いながら、本当にそのウェイスの方がいらっしゃるのにすいませんって言って、でもそれはもうバイスバーサで日本人の役を中国人の人がやってることもあるし、でもうそろそろ終わりに近い、年齢的にもね。いやいやじゃあもうとにかく自分でやりたいものもあるし、やりたいことをやろうと思って、絶対にこれはもう自分に必要だっていうこだわりみたいなのって終わりなんですか？そうですね。特に忠臣蔵なんかの時なんですけど、日本のものをこちらでやる時にいい加減な日本を見せたくない。衣装なりかつらっていうものがないと、その昔の日本っていうものは表せないじゃないですか。本公演の時はもう日本からかつらの方に来ていただいて、10人役者がいたんですけど、みんなそれぞれ2役3役やって。でも本格的にだから黒澤明監督の映画みたいな感じですなんかちょっとね、コロナの収束期でしたので、で日本からその衣装を貸していただけなくてお願いしたんですけど、でちょうど将軍っていうテレビの撮影を去年しておりましてね、そこで笹井さんっていう役者さんがいらっしゃるんですけど、じゃあ作れば笹井さんが言ってくださって、
お作りになったんですか？作りました。あ、すごいですね。いわゆるその殿中の松の廊下の長袴、はい。大門っていうんですけどね、えそれとあと頭のかぶり物作りまして。でもそれだけやっぱこう細かい部分細部にまでこだわって作り込んでいくと、やっぱり観客の反応ってやっぱ深いんじゃないですかね。そうですね。でも本当に感激していただいて、皆様に喜んでいただいて。それはやっぱり、はい、ご自分がこう、変だけど一女優として演じる役をやる時のその感動と、一つのものを最初ゼロから作り上げた時の感動とやっぱ違うんですか？違いますね。まあその疲労感はもう半端じゃないんですけどももう全部やんなきゃいけないんで。ただあと私が一番良かったなと思うのは、もちろんお客様にも喜んでいただけたのも嬉しかったし、ただ役者さんたちがこちらでお勉強してらっしゃる日本からいらした俳優さんたちは、こちらでいわゆる英語圏で勉強芝居をしたいという方がほとんどで、いわゆる日本ものの所作とかもあんまり勉強したことのない方が多かったんですけれども、ここの稽古の初日からその千秋楽まで約2ヶ月あったんですけど、毎日皆さん本当に勉強してくださって、みるみるうちに良くなっていくんですよ。もうそれをね、舞台の袖で毎日こうやって見てたんですけど、もう感激しましてね、私それで感動しましてね、その皆さんが役に入り込んで役を自分のものにしていって、その役でセリフを言ってるっていうことが本当にありがたかったなと思います。素晴らしいご経験ですけれどもね、本当にそうですね。なんかそんなアッコさんのなんか人生哲学のようなもの、演劇の先生からも、それから舞台立つ時に私は自分自身にも言い聞かせてるんですけども、自分でいるっていうこと、もちろん役者なんだからこう演じるんですけども、まずそこに自分自身がいないと何もそこからは表現できない。ビーイングっていうんですね、こっちでビーイング。で、自分であること、今の自分でいるっていうこと、何か自分がやったことの自分じゃなくて、これからやりたいこととか心配している自分じゃなくて、今現在ここで息をしている自分、生きている自分、生かされている自分、周りの人から愛されている自分、それから自分が他の人を愛している、ケアしている、その人間としての自分っていうものを自覚して常にいればぶれないですね。やっとまだまだですけど、ぶれますけども、ぶれまくってますけど、いや本当にありがたい深いお言葉。いえ、とんでもないです。でもそれが演劇の基本でもあるんですね。そこに自分がいなかったらどんな役やっても、もうこっから上のことで、いわゆる誰かにこう伝わるような演技はできない。なるほど。だからこなすことはできても、レッスンされてるので、こなすことはできても人を感動させる、揺さぶるようなものは生まれてこないってことですか？と私は思います。なるほど。この将軍のリメイク、はい、30年くらい前に作った三船敏郎さんがなさった、リチャード・チェンバーレンですか、島田陽子さんがなさった将軍のリメイクを、ができまして、でそれに真田広之さんが主演してらして、でそれに出演させていただいたんですね。どのようなお役で？役はですね、太閤秀吉の奥方の役で、北の政所の役です。いわゆる名前は違うんですけど、それは配信のなんか FX とディズニープラスじゃないかな。
日本だとディズニープラスじゃない。あ、それなんか楽しみですね。そうなんです。日本でもでも配信されますよね、きっとね。日本で配信されます。ああ、そうですか。いつ頃からまだお分かりになってない。今年の暮れか来年の春とらしいですけども、まだアフレコの録音しております。ああ、そうですか。はい、それが今新しくやっぱりチャレンジされていることになってますか。そうですね。もう撮影は終わってしまったんですけれども、はい。楽しみにしております。はい。今日は本当に長々とインタビュー。あ、いえ、とんでもありません。ありがとうございました。ありがとうございました。